メンバーの誕生日プレゼント半年遅れは当たり前。記録5の時あと1絶対高橋。ということで7月12日に僕たちのセカンドアルバム「ポップボール」が発売となります。さあ流星、このアルバムはどういったアルバムでしょうか？こちらのねアルバムはポップモールというねなにわ男子のモールみたいなのがありまして、その中でなにわ男子のいろんな表情が詰まった楽曲がたくさん入っております。なんかちょっとこうポップな曲もあるし、あれなにわ男子こういう曲もやるんやみたいなシックでかっこいいのもあるので幅広さが見えるんじゃないかなと。そうね、なんかザ・アルバムって感じね、なんかほんまに欲張りやな。欲張りやね。そんなですねアルバムのリード曲「ポッピンホッピンラビー」はですね、何気ない日常からワクワクするようなポップな世界へと誘うということがコンセプトとなっております。ということで今回は何気ない日常にちなんだ企画を行っていきたいと思います。題してなにわ男子あるある。久しぶりやん。来ました。ちょっと待ってね。皆さん覚えてますか？約2年前ですね。僕たち関西ジュニアの頃に一度なにわ男子あるあるをやりました。やったね。覚えてますか？大阪のクッキングスタジオみたいなところ。懐かしい。懐かしい。2021年4月28日。なんで？ちょっと待って、怖い怖い、どういうこと？すげえ。4月2021年4月28日に。怖い怖い怖い。何してんの？なんか覚えてんねんな。いやすごい。まあなんていうのもあれから2年経ちましてデビューもさせていただきました。そして個々の活動もおかげさまでこう増えてきまして、環境もすごく変わりましたね。変わりました。なのであの頃とはまた違ったあるあるが更新されているんじゃないかなと思います。今回はね振り絞ってですね、新たななにわ男子あるあるを更新してなにファムの皆さんにですね僕たちの新たな一面を知っていただこうと思います。はい、それでは参りましょう。それではですねまずグループ全体なにわ男子あるあるから更新していきたいと思います。ちなみに前回どんなあるあるが出たのか見てみましょう。こちら何でもじゃんけんで決めがち、ありましたね。マネージャーさんの車の後列3人。うわ俺ら3人やん。ほんまや。3人や。懐かしい。一緒に帰ってる頃やね。懐かしい。一緒に端っこ取んのにマジで喧嘩してたもんな。もうってお前そっち行けや。でクッション誰が取るかや。メンズコント。そして敬語問題。西畑が道枝の舞台終わり敬語で挨拶された。ありましたね。あったわ。で結成秘話を誰が喋るか探る。これもありましたね。今ではないね。もう一つですね、これが選ばれたやつです。道枝を滑った時みんな必死でフォローする。でも今はもうな、ミッチ滑ることないから俺フォローすることないで。100発100中。俺はもう滑らへんくて一周回ってな、もうなキュッキュッと止まるからあ、もう滑ってないそれで言うとあれじゃない？ミッチーが滑ったら俺らフォローせんくなったよな。逆にしてってなってるね。これらを参考にですね新たなあるあるを思いついた人から発表していきたいと思いますけども、出た人は挙手制でいい。そう挙手でいい。何やろ。何でもある気がすんねんな。あ、オッケー。俺なんかなんていうの、めっちゃガハハって笑うやつじゃないけど思いついた。ね、誰ちょっと今なんだその前振りなんわ。いや滑るの気にせんでいいから。はい、じゃあ僕から言っていいですか。これはあるあるですね。この中にも書いてません。いきます。全員集合の際大橋大体おらん。ある。これですよね。これはやっぱ大橋さんがお手洗いに行ってるっていう大体。いやこれさ集まることを知っててわざと言ってるんちゃうぐらいの比率なの。マジでほんまに急に集まることもあるやん。だからその時大体トイレ行ってんのよほんまに。大橋さんほんまにご飯食べたらすぐやねん。おあしくおらんかったらもうなんかもうすぐ集合かかるのかな逆にねって思うようになっちゃうよね。はいリセ久しぶりの YouTube の撮影の時せーのチキチキを忘れてるやつおる。ねえ嘘やん。誰？忘れた。これあるあるですか？俺あるわ。嘘。いやいや高橋横やからめっちゃなるほどね。
めっちゃ忘れてんの。うわー、そっか。俺言う人やからさ、せーの、君ってそれは忘れへん。そう、忘れへん。あ、待って。じゃ、みち。はいいきますよ。基本位置に並ぶとき両端のように「あ俺逆や」って言いがち。あるある。よし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 。雑誌とかで、じゃあ並びは自由でって言われた時に、センターの譲り合いを。ね、ちょっとこれさ、な、編集部の人に言いたいな。そう。自由やめてください。いいね、別にみんな端に集まりたからね。そうなんか走りになっちゃう。編集部関係各所。なんかじゃあ俺行きます。じゃあ道枝さんセンター。ごめんなさい。あるはい。じゃあ僕、はい、これジュニアの時でしたよ、はい、もうデビューしました。デビューしてから、この曲はこの人が紹介するって流れ。あるある。だからスペシャルキスやともう恭平が言うとか、まあそれはもうほんまに僕らもね CD 出すことによってなんかそれもうこれははいお願いしますねみたいな主題歌とかがね、そうタイアップとしてこうしてさせていただく機会というのが増えましたから、これはだからありがたいなんか話ですよね。はい。いいよ、恭平君。大橋くんの言い間違いみんなつぼりがち。あるマジありがとう。何だっけ、ケントが言ってたやつ。突っ込もうとしてなんかお前ナスなんか言おうとしてな。俺がこうボケたかなんかでお前って突っ込みたすぎて出たんだ。ナスナスなんか出んのことさ、脳みそより口が先取っちゃう時あるねんな。みち。マネージャーさんと行動を共にしがち。あるある。仕事との中空きとか、あとはなんやろ仕事終わりとも夜ご飯とかないしょ。空き時間とかあったらじゃあちょっとご飯行きますかみたいなのあるもんね。結構みんな行くもんね。行く。昨日もココイチ行ったもんな。行ったね。はい。宣伝とかの動画撮影の時にどうもなにわ男子ですの大ちゃんがどうもと言わない時謎に無音の時間ができる。たまにこの人言ってくれないんですよ。似てるというかもうほぼほぼ一緒なんですけど、僕ら大体どうもとか以上で終わることが多いんですけど、どうもと以上の後の声めっちゃ揃う。ビンゴ。うわー。ビンゴ一抜け。そうやね。ないです。抜けとかないよ。ビンゴちゃうから。はい、メンバーの誕生日プレゼント半年遅れは当たり前。ある。でもさ、自分のことっすよね、それ。自分は入ってる。だってそうです。半年後に腕時計かなと思ったら掛け時計もらえた。時計ちょうだいって言ったらね。ちょうだいって言ったら俺今日あげたよ。今日あげた。このシャツもね。そうだ。あります。全員じゃないかもしれんけど、車に自分の荷物を荷物のお餅の仲間かな。置きがち自分の荷物を。この間さ、インスタライブやったさ時のジョー君のパネルあるやん。あれまだ積まれてた。そうやで、あれやめ。あれ持ってこいよ。あれ積んだままドラマの現場行ってんの。たまに俺疲れた時さとかで倒してさこう見たらさめっちゃびっくりすんねんあれ。あのパネルあるじゃないですか。最初ピシッて立ってたよ。立ってたよ綺麗に。今もう後ろ来ない。見たもんね。マジ。なってる。はい。ジョー君。これもなんかほんまに幸せなあるある。誕生日メール0時0分にぴったり送ってこう競い合う。ある。幸せよなこれ。幸せやね。はい。まあこれじゃんけんごとですね。はい。ホテルじゃんけんがなくなり平和。ある。コロナ禍になってからね、ホテルっていうのは部屋全員別々になりましたけど、まあ今回のツアーからまたっていう可能性もありますからまた戦いが起きるかもしれんから。そっか。はい。みち。ライブのエンジンの時ジョー君に当てられたメンバー困りがち。じゃあ今日は何やるね。たまにさバックについてくれてる幹事にも振ったりする。やる。俺はこの前にさライブ DVD とかさメイキング見てたらさ流星の誕生日の日か。あ、ね、カンカン？そうカンカンになんかちょっと待ってください。ハッピーバースデートゥーユーあったやん。かった。カンカンほんま15分前ぐらいで練習してたからなずっと。かわいい。
ありがとう。これいいですか？はいけど僕連絡、なんか「まるまるどうする？」って送るじゃないですか。既読5の時あと1絶対高橋。あるあるある。一応グループごとやもんな。絶対見てないわ。次の日の7時半とかに来んねんな。そうそうそう。ごめん寝てた。謎に早起きやねんな。じゃあはいはずドリンク機に初めて行った人におごってもらいがち。あるあるあれねドリンク機自動販売機かなんでドリンク機ってびっくりしたドリンクバーの機械想像しちゃってんけど。ほんまにわからんかって初めに行った人に絶対おごってくれるやんみんな。結構みんな渋りがちやったけどジュニアの時ね。でもうデビューしたからかもういいよおごったるおごったるっていうちょっと懐が良くなったからってそういうので俺もうドリンクバーでいいなシンプルですね。雑誌でピースしがち。あるあるアプデの収録の時クッションの折り方が滑り台。かわいい。あるあるあでも結構更新はされてるよね、やっぱジュニアの時とはまた違った違ったねあるあるあったりするもんね。出た。さあこの中から一番あるあるだなと思ったものを選んでいきたいんですけどもこの中でベストなにわ男子あるあるを決めていきたいと思いますけども既読後の時残りの位置は絶対高橋めっちゃいいなこれ高橋あるあるでもある。タンプレかタンプレいいんじゃないじゃん。さあそれにしましょうか、ということで、ベストなにわ男子あるあるはメンバーのタンプレ半年以上遅れるが当たり前ですあるあるやあるあるですあるある認定ですね。認定ですねあんまマイナスなこと俺ら今拍手でやった。はいということで続いてはですね私西畑のあるあるを発表していきたいと思います。ちなみに前回はこちらです。一人称西畑大橋の部屋で居心地いいわって言いがち、部屋割りじゃんけんめっちゃ強い、メンバー全員に話振るのうますぎ、まさかとイチャイチャしすぎ、今まつげに何かついている。これあったな。何これ。なんかついてるのを恭平が言ったよな。あそう俺そうで大悟くんの家のジンジャーエール回収水懐かしい。ジンジャーエール時代ね。作ってないの。作ってないわ作ってないのか。はいジョクカレー食いすぎ。あるあるはい、いきます。はいけど大悟くん仕事終わり即帰宅。あるあるある誰よりも早い。俺も学園に戻った時にはもう着替えて帰ろうとしてるから「おおけどどれはいはい」早く帰った方がねやっぱりスタッフさんとかも早く帰ろうかなとそうやね。はいはい恭平語尾に「まるまる何々マンモス」つけがち。あるあるはいはず最近分かりましたを承知いたしましたってずっと言ってんねん。なんか承知いたしました。いつ変わったんやろな。あ分かりましたっていつも言ってた前までは言ってたのになんか最近なんか分かりましたよ承知いたしましたってずっと言ってんの。それなんで変えたの。いやなんか癖づいただからみんな耳すましてよー聞いといて。はい。はいみち写真撮るとき小さい羽で飛び立ちそうになってる。知らん。なんやろ何それ。何こうやってやってる。あ撮るときな。あツイッター写真撮るでしょあ、ツイッターの時なんや。あ、ツイッターの鳥なのあれ。ツイッターの撮りあそういうことか。そうなんかようわからんポーズしてんの思ってて。はいじゃあ最近朝美顔器使ってる。うわむくみやすいからさやねなさやな。はい。はいお仕事の時、メイク直し拒みすぎ。もうこれでいける。メイクさんももう早く直した方がいいよ直した方がいいよ。ここさもうこうなってるからねん俺これが味やから。うわじゃどんな味ですねんこれ。いやなんか詰まっちゃうからさメイク室が詰まっちゃうからあそういう配慮。そうちょっと大悟言われて恥ずかしいかもしれんけど、あじゃあ西畑さんまとめてください。なんとかそれではなにわ男子のことよろしくお願いしますってゆっくりになるテクニックつけてだからなーって言ったら。それではねよろしくお願いします。以上なにわ男子でした。残りの以上なにわ男子でしたの分も配慮してるのよ。そうテクニックあんたすごいです。ありがとうすごいのよ。すごいのよ。動画とか撮影してる時に大悟くんがよく喋ることあるじゃないですか。あーって甘噛みでもめちゃくちゃご利用し。甘噛みやからもうご利用ししたのよそれもテクニックです。ご利用し
はい、ということで西畑大吾のあるある出揃いました。やっぱり2年で変わりますねこれは。この中で、じゃあ僕が決めたらいいのかな、これベスト、ベスト西畑大吾あるある。そうやな。ジュニアの時だってカレー食べたことなかったよ。やるわ。あるけど、その反動でもそう最近がちょっと異常やね。甘噛みでもご利用しもな。これいいよな。うん。あ、もうこれかな。オッケはい。私が選んだベスト西畑大吾あるあるは仕事の時メイク直し拒みがちです。続きましてー。お、誰や。ミッチあ、俺のか。あるあるに参りたいと思います。ミッチのあるある、じゃあ前回の見てみましょう。オチを笑いながら言う。変わったよ。変わってないな。面白いこと何回も言いがち。変わってない。変わってない。寝てるのに起こしがち。変わってない変わってない。笑いの最大値がディフフ。変わってない同じことを2回言う。変わってない犬の写真を見せる。変わってないお母さんにメール見てだけ電話。変わってない基本テレビ電話。これはちょっと違うか。ほぼほぼ変わってへんな。ほぼ変わってないね。やっぱ2年って変わらんのかな。で同じこと2回言うに関しては同じこと今3、4回言ってるよな。 6回ぐらい言ってんじゃないみんなに。言い過ぎやろ。さあそれではミッチあるある考えていきましょう。はい。はい。最近アクセサリー好き。ああ、そうですね。恭平からもらってからかな。そう、恭平からもらって、ネックレスね。じゃあ俺もつけてみようかなと思って。まあもうハマったのが俺からって言いますけど、俺の開けたアクセサリーなくしてますやばいやばいやばい。なくして、そう、買い直した。あ、いやいや。同じやつな。同じやつを買い直した。本当すいませんでした。ありがとう。はい。はい。話題がミッチになったりとかしたら今のもそうやねんけど、自分のターンになったらちゃんと前振りする。俺ある。あるかな。めっちゃガハハって笑うやつじゃないけど、思いついた。誰ちょっと今。なんだその前振りなんは。いやいや滑るの気にせんでいいから。これじゃあちょっとはい。はい、どうぞ。これ YouTube で見たんかな。 YouTube の動画で見たんですよ。ミッチたまにバグる。あなんか僕が見た動画がなんか喜ぶ時にこんなあ、ちょうどここや。こんな笑い方してて一挙手一投足が面白い。あ、なんやろ、なんかあれ笑う時に変になるのかな。そう笑う時が面白い。叩く時もなんかこんなんして結構あるよ。たまに動きが面白い。たまに気持ち悪い動きするもんな。ちかかり。これ多分皆さん被害あったことあると思うんですけど、喋る相手のスケジュール分かってるのに聞いてくる。あるある。明日仕事あるんですか？休みで、オフなんですよ。あ、そうですね。オフなんですね。おお、知ってましたみたいな。自分でもスケジュール知らないこと知ってる。ああ、そうそうそう。俺らね、俺らそう言われてる人が知らないのにリッチしてる。先に俺ら知らんお仕事知ってる。そう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 。あるな。ドラマーとかあ聞いてんねんわね、逆に。あるある。まあ俺はされる人やから分かるけど、あでもみんなもされてたわ。朝のおはようございますって体めっちゃ触りがち。そうそうそう。嘘やん。おはようございますってこうやって。たまに何もないのに来て、触る。俺めっちゃ体触んねん。俺ら落ち込んでると思われてんの。あれ話してくれてた。肩もみもみ始まる。はい、一緒にこうよく出る番組なんですけど、食レポで口に入れすぎてもごもご言いがち。いいね、かわいい。一口でかすぎ。ありますね、よく。いきます。みーちゃん普通化粧の時ってメイクする時って髪の毛先に塗るせいなんですよ。みっち化粧してから髪の毛に。あるあるやな。そうやね。ぐちゃぐちゃなんだよ。そう。俺らしかわからない。じゃあ逆にしてたら怖いよ。そうそうそう。オレンジパンツしかない。あるある。もう下着がもう毎回オレンジパンツ。ほんまにそう。なんでなん？今日もオレンジやで俺。マジで？毎日オレンジ。オレンジしか持ってないの？いや、あるよ、他に。黒もあるけど、オレンジをね、やっぱり履いてるとね、落ち着くんですよ。なんかあんま見たことないような黒とか違う色。もう毎回ね、俺ら雑誌とか出るときに衣装着替えたりするときに毎回ミッチオレンジパンツ。そう何枚持ってんの？同じやつね、多分5、6枚も。種類分けて結構。全部種類違うの？オレンジでも種類があるのね。そうそうそう。そうなんや。気づいてなかったな。全部一緒やと思ってた俺。
なのに誰一人ミッチーのタンプレオレンジパンツ開けたことない。じゃあ俺らからあげようぜ。今年6枚のオレンジパンツ。ありがとう。ありがとうなんや。出揃いました。見ていきましょう。急なさあミッチー、この中でうわこれあるやなって思うの。オレンジパンツやな。おお。ということでベストミッチーあるあるはオレンジパンツしか持っていないでした。続きましてケントのあるあるに参りたいと思います。前回見てみましょう。切符なくしがち。新幹線とかね。朝と夜のテンションの差。ヘッドホンつけている時上機嫌。友達と喋る時イキリがする。嫌やな。空取りがち。空取りがちありましたよね。今でも撮ってんじゃん。今でも撮ってるね。ごめん今でも撮ってる。デビューしてからつくづく思ってるけど、やっぱケントって大橋のことめっちゃ尊敬してるよ。あるある。もうなんか大橋がなんか言うことによってなんかすっごいなんか喜んでるし、そうバカにしてるんじゃないもんな。めっちゃ喜んでる。そうめっちゃ尊敬してる。その続きやけど言っていい？はい。大橋が喋った後ジョーク見がち。その続きやろ。尊敬しすぎやわ。ジョーク今の見てた後見てた俺もすっごい尊敬してるって。発想的にはどう思ってバカにしてる。はい、メイク部屋で爆音の洋楽かけてる。あるある。もうやばない？やばいよな。しかも朝からさ、バッダウンスバーンみたいな、このみたいな。でもさ、みんな聴きたい曲あるんか知らんけどさ、共演もかけてるしみんなかけない。そうやね。みんな違う曲かける。ほんまにやめてほしい。みち。最近前髪シースルーが多い。多いね。あるある。そうおろす、まあ今上げてるけど、おろすってなったら大体シースルーが多い。そうやね多いね。雑誌とかもね。はい。みち。雑誌のインタビューの時、これ書かないでくださいねって言ってから。うわー、ある。だからちょっとお仕事の先出しとかポロポロ言っちゃう時ね。別にそのなんていうの言ってやばいやつとかじゃないのよ。普通にその情報解禁前の情報とかをそのやっぱり自識的にもさ先を見越して取材とかをする時があるから、その時にインタビュアーさんにこれ書かないでくださいね。ライターさんと仲良く喋るためにね、こうそうだよね。最初にね。まあそれの派生で言うとこれはカットで。あるあるドキュメンタリーとかメイキングの時とかね。先に言ってた。リセ。テンション上がると声帯が4歳になる。やったー。よっしゃー。行くぞこれ俺なんか自分のこと自分で言ってる感もあんねんけど、唯一ケントだけ高橋君って呼んでたのが最近恭平呼びになった。なんでな？俺もちょっと気になってた。恭平って呼んでるの？あ、恭平って呼んでるやん。オープニングとかでも言ってた。インスタライブ。これはちょっと聞きましょう。なんで急に分からんねん自分でも。ただ恭平になってるんです。みんなで呼んでるから。恭平君とじゃなくて恭平って。最初は唯一ケントだけ唯一高橋君呼びやってる。そうやね。もうずーっともうここ。マジ？うわ気にしてなかったわ。恭平呼び。そうだから入所当時がずーっと高橋君とかいる。そうよ。ほんまにこれからあるあるかもしれない。サングラスの形俺分からん。なんか細いやつとかさ、よう分からん形なんかこうなってるやつとか。おしゃれすぎてわかる。おしゃれすぎんねん。すごいね。先端いってるから。そうです。すげえな。シンプルやけどちょっと違うねんな。ちょっと形ちゃうよね。丸がこうなんかな伸びててミラーっぽいな、ミラー。マトリックスみたいな。あ、そうやな。すごいな。こういうのがね最近ハマってて。出揃いましたかね。はい。じゃあこの中でベストケントあるある決めてください。もう一つしかないですね。お。大橋君のことめっちゃ尊敬してる。ということでケントあるあるはあっすんのことめっちゃ尊敬してるです。ありがとうございます。はい尊敬。尊敬してないもんな。いやそう嬉しいけどさ、もうちょっとこの尊敬の形を見せてほしいなって思っちゃう。たまにめちゃくちゃガチでちゃんと雑誌で大橋君のこと語ってる時あるから見てみて。いや怖っ。それ何あんの？見てみるわ。ガチの尊敬。ガチの尊敬がある。してるわけね。